狼と7匹の子ヤギ。あるところにヤギのお母さんと7匹の子ヤギが住んでいました。子ヤギたちはいつも仲良くお庭で遊んでいました。ところがその子ヤギを狙う悪い狼がいました。子ヤギちゃんたち待っててちょうだいね。今おじさんが食べてあげるからね。狼だー。お母さん助けて、狼が出たよ。うる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 捕まえたと。誰だ。うちの子らに手を出したらただじゃおかないからね。覚えてやがれ。いつか食ってやるからな。それ以来狼は子ヤギへは近づけませんでした。ある日のことです。お母さんはこれから出かけなければならないの。なるべく早く帰るからいい子でお留守番してるんですよ。はい、お母さん。それから狼が来るかもしれないから、お母さんが帰ってくるまでは誰が来てもドアを開けてはいけませんよ。狼なら声も体もお母さんとは全然違うからすぐわかるよ。じゃあ行ってくるからね。くれぐれも狼には気をつけるんだよ。わかったよ。いってらっしゃい。この日をどれだけ待ったことか。お母さんはちょいと忘れ物したの。開けておくれ。あ、お母さん。さあや、お母さんよ、早くドアを開けてちょうだい。そんな声でよくお母さんだなんて言えるね。狼さん、開けてなんかやらないよ。生意気なガキめ、覚えてろよ。そこで狼は薬屋へやってきました。いらっしゃい。どこかお悪いんで。おい親父、声のきれいになる薬をくれよ。あんたの声じゃすでに手遅れじゃないの。つべこべ言ってないで。薬をあるだけよこしな。さもないと食ってしまうぞ。ちょっと待ってくんな。今出すから。ではと、はい。ちょっと、そんなにいっぺんに飲んじゃ声がおかしくなっちまうよ。その方が都合がいいのさ。どう？あたしの声きれい？気持ち悪いぐらいだよ。もう用はないんだろう。早く帰ってくれよ。商売の邪魔だから。ただいま。お母さんよ。みんなにお土産を持って帰ってきたから開けておくれ。あ、お母さんだよ、お兄ちゃん。ちょっと待って。狼が戻ってきたのかもしれない。ねえお母さん、そのドアの窓から手を出してみせてよ。そこまで考えなかった。みんなのお土産を持ってるんで手を見せられないのよ。私がお母さんかどうか声でわかるでしょ。早くドアを開けてちょうだい。変だな。お母さんならすぐ見せてくれるんだけどな。こうすればお母さんかどうかわかるよ。あの足はお母さんの足じゃない。やっぱりお前は狼じゃないか。ドアの隙間からその汚い足が見えてるよ。早く帰れよ。足。子ヤギどもめ、素直に食べられてしまえばいいものをどうしてくれよ。汚い足を見られて正体がバレてしまった狼は今度は粉屋の倉庫に来ました。今度こそは子ヤギどもにバレないようにしてごちそういただかなくちゃな。きれいになった。あた指に細工をすれば完璧にヤギの手だな。みんな、お母さんよ。帰ってきたから開けておくれ。狼め、証拠りもなくまた来たな。お母さんならドアの窓から手を出してよ。できなしたな。
賢い子供たちだわね。そうすると狼かどうかわかるものね。私の手が狼かどうかしっかり見るんですよ。よーくご覧。お母さんだよお兄ちゃん、間違いないよ。早く開けてあげて。ちょっと待って、念のために足も。ああ、やっぱりお母さんの足だ。お母さんだ。今開けるから待ってて。狼だ。隠れたってダメさ。俺様には匂いですぐわかる。食ってやる。ほら見つけた。ここにもいるぞ。こうして狼は次から次へと子ヤギたちを見つけては食べてしまいました。食った食った。もうこれ以上食えねえ。久しぶりのフルコースだ。子ヤギを一匹食い損なったようだが気のせいか。ま、食べ過ぎは体に悪いからな。お腹がいっぱいになった狼は眠くなってきました。そして丘の上までやってくるとぐーぐーいびきをかいて眠り込んでしまいました。お母さんが帰ってきました。ただいま。あら変ね、返事がないわ。まだ昼寝でもしてるのかしら。困った子たちだこと。みんなここ開けてちょうだい。あ、鍵がかかってないわ。どうしたのかしら。大変。これはもしかしてあの悪い狼が来たんじゃないかしら。子供たちはどこにいるの？狼にやられてしまったんじゃ。あ、やっぱり子供を残していくんじゃなかったわ。こんなことになるなんて。お母さん。坊や。怖かったよ。狼がお母さんに化けてやってきたんだ。僕時計の中にいて助かったんだけど、お兄ちゃんたちはみんな狼。よしよし、怖かっただろう坊や。お母さんを許しておくれ。でももう大丈夫だからね。ヤギのお母さんは悲しみのあまりじっとしていられなくて外に出てきました。すると、まあ憎ったらしい狼ったらあんなところに寝てるわ。よくも可愛い子供たちを。ただじゃ済まないからね。お母さん、狼のお腹見て。え？ピクピク動いてるでしょ。お兄ちゃんたちだよ。まあ本当だわ。子供たちは狼のお腹の中でまだ生きてるんだわ。じゃあお母さん、お兄ちゃんたちはお腹の中から出てこられるの？そうよ坊や。お家に戻ってハサミと針と糸を取ってきてちょうだい。分かったよ。ハサミと針と糸だね。慌てて転ばないようにね。子供たち、もうすぐそこから出してあげますからね。それにしてもこの狼よっぽどお腹が空いてたのね。お前たちを噛まずに飲み込むなんて。でもそのおかげで子供たちが助かるかもしれないもの。神様に感謝しなくちゃ。お母さん、取ってきたよ。ありがとう坊や。では早速。ヤギのお母さんは狼のお腹をハサミでジョキジョキと切りました。さあみんな出ておいで。するとお腹の中から子供たちが次々と飛び出してきました。嬉しいことに子供たちは傷一つありませんでした。一方狼はよほど眠かったのでしょう。お腹を切られたことも気づかずヤギたちの横で眠り続けています。みんな無事に出てこられてよかったわね。いい？今度はこちらが狼を懲らしめる番よ。みんな大きな石をたくさん拾ってきてちょうだい。お母さんは狼のお腹を針と糸で縫いました。そして家に戻り窓のところからみんなで狼を見張っていました。ああ、よく寝た。
喉が渇いてしょうがねえな。おお、ちょうどいいところに井戸があるじゃねえか。あらら、どうしちまったんだろう。お腹がゴロゴロして体のバランスまでおかしいや。消化不良でも起こしたかな。さて、どれどれ水はたっぷりあるかなと。あらら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 ら狼はお腹の石の重さで井戸に落ちてしまいました。そして二度と浮き上がってきませんでした。ヤギたちは嬉しくてみんなで井戸の周りを踊り続けました。白雪姫。雪がしんしんと降る夜のことです。あるお城で雪のように真っ白な肌を持った赤ちゃんが生まれました。その赤ちゃんのあまりの美しさに王様は白雪姫と名付けました。しかし白雪姫を産んだお妃様はその時に体を悪くして数ヶ月後亡くなってしまいました。王様は白雪姫にお母さんがいないのはかわいそうだと思い、新しいお妃を迎えることにしました。その方はとても美しい方でしたが、大変不思議な鏡を持っていました。その不思議な鏡とは、鏡よ鏡、この国で一番美しい人は誰？それはあなた様です。月日は流れ、白雪姫は美しく育っていきました。そして今日は白雪姫の15歳の誕生日です。お客様を呼んでパーティーを開くことになりました。本日は私のためにお集まりいただいてありがとうございます。皆さん楽しんでいってください。白雪姫様、お美しくなられましたわ。それにあの美しい黒い髪が肌の白さを一層引き立てていらっしゃる。私も白雪姫様みたいになりたいわ。お妃はみんなが白雪姫ばかり褒めているので悔しくて仕方がありません。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰だい？お妃様、あなたは大変美しい。しかし今では白雪姫の方が何倍も美しい。なんと忌々しい小娘。今日はとても楽しかったわ。私もです。近いうちにまたお会いしましょう。あなたはお花がお好きだと聞きました。これは私の国で一番美しい花の種です。これをこの国でも咲かせてください。ありがとうございます。大切に育てますわ。もう我慢ならん。お妃は狩人を呼びつけ、白雪姫を森へ連れて行き殺すよう命令しました。はい、かしこまりました。次の日、狩人は白雪姫を連れて森へやってきました。わあ、こんな森の奥まで来たのは初めてよ。なんて神秘的なのかしら。狩人さん、連れてきてくれてありがとう。どうしたのかしら。白雪姫様、何？さっきから変よ。私はお妃様の命令であなたを殺すためにここへお連れしたのです。しかしあなたのお姿を見ていると殺そうと思った自分が恥ずかしくなってしまいました。どうかお逃げになってください。そういうわけだったのですか。でもこのまま帰るとあなたが怪しまれますわ。
なんてことを。私を殺した証拠としてこれを持ってお行きなさい。そして私は決してお城へは近づきませんから。なんとお優しい。やはりあなたを殺さなくてよかった。城に帰った狩人はお妃の前に黙って白雪姫の髪の毛を差し出しました。これで私より美しい者はいなくなった。困ったわ。どっちへ行ったらいいのかしら。お困りのようじゃな。道に迷ってしまったの。ならばまっすぐに行くがいいよ。まっす白雪姫がじーっと目を凝らしてみると、大きな木の根っこでできた家が見えたのです。ぐ？すみません。どなたかいらっしゃいませんか？誰もいないのかしら。2階に上がってみると、小さなベッドが7つありました。疲れ切っていた白雪姫はベッドにそのまま倒れ込み眠ってしまいました。次の朝、白雪姫が目を覚ますと、7人の妖精たちが食事の用意をしていました。それはまるで白雪姫を歓迎してくれているようです。白雪姫は妖精たちに今までのことを打ち明けました。妖精たちは白雪姫をかわいそうに思い、一緒に住まわせてあげることにしました。白雪姫は小屋の横に花壇を作って王子様からもらった花の種を植えました。毎日が楽しくて仕方がありません。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？それは白雪姫です。今は森の奥で妖精たちと一緒に暮らしています。白雪姫はまだ生きているんだわ。狩人め、嘘をつきおって。こうなったら私が直接やるしかないわね。いってらっしゃい。早く帰ってきてね。はい。白雪姫も気をつけるんだよ。妃がいつ殺しに来るかわからないからね。はい。お嬢さん、綺麗な花だね。こんな寂しい森の奥で一人暮らしかい？いいえ、妖精さんたちと一緒だからとても楽しいわ。そうかい、それはよかった。私はリンゴ売りです。よかったら一つ買ってくださらんか。ほら、真っ赤に売れておいしそうだろう。ほんと、とてもおいしそう。でも困ったわ。買ってあげたいけどお金がないの。お金がないなら買えないね。でも可愛いお嬢さんに特別タダであげよう。さあ、お食べなさい。あ、嬉しい。本当においしそう。じゃあちょっと失礼して。白雪姫、毒入りとも知らず食べようってこのお人よしが。これで完全に私が一番美しいことになったわね。今日の晩ご飯は何かな。白雪姫の料理はとってもうまいからな。楽しみだ。おや、あれは白雪姫。もしや白雪姫死んでる。白雪姫。白雪姫はもう起き上がることはありませんでした。妖精たちは悲しみ、3日3晩泣き続けました。妖精たちは白雪姫をガラスの棺に入れ、花壇のそばに置きました。
すると花はまるで白雪姫の死を悲しむかのようにしおれていきます。その頃狩人から白雪姫のことを聞いた王子は白雪姫を探して森をさまよっていました。ああ、遅かったか。すでに魔の手が。王子様、白雪姫はもう元に戻らないのですか？白雪姫。王子様は白雪姫にお別れのキスをしました。すると不思議なことにしおれていた花が元に戻っていくではありませんか。花が元に戻った。白雪姫。王子様、私は今までどうしてたのかしら。白雪姫が生き返ったぞ。やったぞ。王子様のキスで魔法が解けて白雪姫は生き返ったのです。その頃お城では、鏡よ鏡、この世で一番美しいものは誰？それは白雪姫。なんだって？お妃様、あなたも一番です。しかし一番は一番でも心の醜さが一番です。これはどうしたことじゃ。あなたの醜さがすべてお顔に出たのです。私の務めもこれで終わりです。お妃はいつの間にかお城から姿を消してしまいました。やがて白雪姫と王子様はめでたく結婚することになりました。そしていつまでもいつまでも楽しく暮らしました。